東京郊外の小さな町。強い風が吹き、日が沈むと、その場が所の場所平和でありながらも、荒涼とした凶罪に包まれます。この町の端にある荒れ果てた家に、歩みとその2人の子供も大抵と皆実からなる家族が住んでいます。古くてひび割れだらけの家は、死を経て朽ち果てた木のようで、木材のきしみ音や屋根の目盛りが覚え間なく、たぬき悲しんでいるようだった。風が吹くと寝坊が不況にきしんだ。苦難と孤独にもかかわらず、歩みはいつも静かな希望を描いて毎日目覚めた。彼女は地元の市場で動き、子供たちを養う方法を見つけようとしていました。歩みさんは毎日市場へ行き、タコのついた手で古デ新聞やペットボトルなど再利用できるものを探していた。他人の偏見や批判的な目にもかかわらず、彼女は依然とした態度を保ち、子供たちには常に優しい言葉をかけ続けました。とにかく何か食べさせてあげればいいのよ、と歩みさんは疲れ果てながらも、楓さんとかみさんの面倒をしみたいという揺るぎない思いで日々を過ごしていた。15年前、歩みの人生は違っていました。彼女は熱心な建設作業員である区の脱街と暮らしていた。彼は政治者で、彼の仕事のおかげで彼らは贅沢はせずとも最低限のもので快適に暮らすことができた。しかしこの幸せは長くは続かなかった。ある日、脱街は数日後に戻ってくると約束して仕事に出かけたが、結局戻ってこなかった。数ヶ月が経ち、歩みは警察に寄ったり、脱街の友人に尋ねたりと、あらゆる手段を使って彼を探したが、手がかりはなかった。時が経つにつれ、人々は脱街の運命について語り始めた。彼は死んだという人もいれば、家族を捨てて逃げたと囁く人もいた。この金庫は歩みの心を深く傷つけたが、彼女は依然とした態度を貫いた。彼は脱街が戻ってくると信じ、子供たちの信仰も使わせないようその希望を守ろうとした。現在16歳の大地さんは状況を理解しようと努めた。彼は父親の不在を受け入れていたが、心の中にはまだ深い痛みが残っていた。彼はできる限り歩みを助けたが、まだ砂かったエミは毎日、なぜ父親が帰ってこないのかと尋ねていた。ママ、パパはどこ？エミは幕に涙を浮かべながら尋ねました。歩みさんはいつも子供たちをしっかりと抱きしめながら、無理やり笑顔でこう答えた。彼は戻ってくるわ。もう少し待つだけでいいのよ。しかし、あっという間に過ぎていく事件は、歩みの信念を噛んでいくようだった。彼女は生き残るための日々のさのまいだけが残っていることは分かっていたが、痛いと恐怖は彼女を放っておかなかった。徳外は本当に街に迷ってしまったのか、それとも単に家族を見捨ててしまったのか。これらの疑問は彼女をおがえず苦しめた。ある市場での翌日の仕事を終えた歩みさんは疲れ果てて、子供たちのことを考えながら家まで歩いて帰りました。甲羅は濃い夕焼けで満たされ、街は憂鬱な美しさに包まれていた。しかしこの光景は歩みの心に血の正めももたらさなかった。彼女はただ子供たちが再び幸せになることを望んでいたのです。家に着くと歩みは大抵と快実のために給食を用意した。その夜、大抵はペキの表情がおかしいことに気づいたが、僕はそれを隠そうとした。お父さんが帰ってきたら一緒に旅行になって幸せになろうよ。しかし歩みは心の気ではそれが本当に起こるかどうかわからなかった。いたちゃう。歩みは早く起きて市場へ行きました。しかしその日、彼の人生を変えるような思いがけない出来事が起こった。いつも通り仕事をしている最中、彼女は普段は聞こえない奇妙なクラクションの音を聞いた。彼女は召し上げると高級車が近づいてくるのが見えた。驚いた歩みは何かの間違いかと思い頭を下げた。しかしスーツを着た男性が車から降りてくるのを見して、彼女はすぐに車を止めた。彼の顔は見覚えがあった。とても見覚えがあった。歩みは自分が信じているものが現実かどうか確信が持てず、慎重に近づいた。身体が重りつき、頭の中に匠という名前が浮かんだが、どう対処していいのかわからなかった。彼女は優しく彼に呼びかけた。匠、あなた？
な男はその名前を聞いて冷たい目で彼女を見た。影の表情は手多く無関心だった。あなたは誰ですか？彼は何も認識せずに尋ねました。彼の声は明瞭で安定していたが、彼の実現の何かが歩みにまるで夢を見ているかのような気分にさせた。彼女は家族の古い写真を見せながら近づこうとしたが、男は彼女をしばらく見つめて、あなたは間違っているに違いない。私はその人ではない。と言った。何が起こっているのか理解できないまま、歩みは男が車に乗り込み、取っていくのを見ました。彼女は愛然とそこに立ち尽くし、自分が信じていたもの全てが目の前で破壊されたように感じた。それから数日間、あゆみさんは地元の人たちにその男性について尋ねながら調査を続けた。彼の名前はカイト、地域の有利企業のビジネスマンだと教えられたが、なぜ彼が匠に似ているのか誰も知らなかった。そしてあゆみは真実を追い求める決心をした。彼女は東京に行き、怪人の家で動いていた拳銃業務員と回った。この人物と話をしているうちに、あゆみは15年前、怪人が命に関わるほどの重大事故に遭っていたことを知りました。救出された後、彼は記憶を使い、新たな身分で新たな人生をスタートさせた。あゆみはそれを聞いてびっくりした。彼女が話していたネモ、カイトは彼女の父、匠かもしれない。しかし、なぜ彼は彼女を認識しなかったのでしょうか。なぜ彼はそんなに変わってしまったのでしょうか。真実を明らかにしようと決意したあゆみは、カイトの下秘に行き、多くの障害を乗り越えて彼と対峙することができた。彼女は彼に家族写真を見せて、それを見るように強く勧めた。初めてカイトは抽出した。彼は目が揺れていたが、それでもそれを否定した。それは意味がわからないと彼は声を狂わせながら言った。私はカイト、あの人は私じゃない。しかしあゆみの言葉は彼に深く衝撃を与えた。彼は一念にとらわれ始めた。彼は自分自身のアイデンティティに疑問を持ち始めた。あゆみは自己と記憶喪失について自分が発見した全てを辛抱強く彼に打ち明けた。時間が経つにつれてカイトは思い出し始めました。彼はあゆみとの思い出、一緒に過ごした人生、交わした約束を思い出した。淵を取り戻すためのあゆみの備えがついにしつきを結ぼうとしていた。彼女とカイトは使われたものを再建し始めた。彼らは子供たちと共に過去の困難に立ちに向かい、使った家族生活を再建しようと努めました。しかしその道のりは容易ではないだろう。彼を彼らから遠ざけた秘密はまだそこにあり、事故や以前の仕事の腐敗に関連した過去の危険にはまだ直面する必要があった。しかし今、家族のサポートを得てカイトは使われた時間を埋め合わせ、あゆみが彼に抱いていた愛と信頼を取り戻そうと決心した。あゆみ、怪人、そして子供たちの再会の旅始まったばかりで、困難にもかかわらずあゆみの愛と信念が彼らをも結びつけていました。彼らはどんな逆境にも立ち向かう準備ができており、これまで以上に団結していました。